2013年4月、まだ JavaScript が、ウェブデザイナーさんがウェブサイトの飾り付けに使うものと見られていた時代の話です。私はその年、JavaScript でリッチクライアントを作る現場にお邪魔することになりました。実は私は、それまでブラウザスクリプトをずっと敬遠していました。1990年代後半、VB スクリプトで自分のウェブサイトにじゃんけんができるだけの簡単なゲームを書いておいていたことがあります。すると、当時相互リンクしていた別のウェブサイトに、ほぼ同じ発想の JavaScript をみくじという形でアイデアを使われた。それがきっかけで、私はブラウザスクリプトに正直うんざりしていました。ですが、その職場では JavaScript スキルが必須でした。そこで私は2013年3月最後の週、1週間で覚える JavaScript といった初心者向けの本で勉強を始めます。4月からは JavaScript で小さな機能から開発を開始。そして7月、私は巨大プロジェクトの一員に組み込まれることになります。内容は正直最悪でした。JavaScript のリッチクライアント、それ自体はいい。ですが、規模が大きすぎた。管理職の人は、こう言います。人が足りなくなったら、外注して増員するから、心配するな。でも私は、その時点では勝っていました。当時の労働市場には、IT エンジニアがあまりいませんでした。まして JavaScript は Web デザイナーさんの領域、IT エンジニア自体がほとんどいない。増員なんて、望めるはずがありません。私は、真田丸みたいな話だな、と思いながら、チームメンバーを見渡しました。そこにいたのは、最近 JavaScript を始めたばかりの私、そして、私と同じ時期に JavaScript を本格的に始めたばかりの人、このたった2人だけ。ただ私たちは短期間でしたが、JavaScript を実務で使えるレベルにはなっていました。ですが、開発規模に対して人が足りなさすぎる。どうするか、私は考えました。JavaScript は私ともう一人で組める。PHP に慣れたスタッフは何人もいる。Web デザイナーは一人いるが、JavaScript には挑戦して挫折しているし、HTML と CSS 以外の負荷はかけられない。ならば、役割を完全に分ける。PHP スタッフには、CRUD の API を量産してもらう。Web デザイナーには、要望通りに HTML と CSS を組む、いつもの仕事をしてもらう。それ以上は求めない。そして、ここからが、フレームワークとしての仕掛けです。JavaScript は、汎用化しにくいいくつかのページ処理は、一人のエンジニアが書く。私は URL と API から受け取った JSON を判定し、ノーコードでフロント側が稼働する、自動化されたフレームワークを組む。このフレームワークと PHP スタッフの API が噛み合い、あとは Web デザイナーがタグに埋め込む ID さえ間違えなければ、ページの量産は可能になる。生産性が劇的に上がる。私のフレームワークの処理順は、おおむねこうなります。初期処理、自分がどこの URL にいるのか判定し、実行すべきコントローラを選ぶ。今でいうルータの処理をします。コントローラ処理。コントローラでは初期表示用のデータを非同期で要求します。API アクセスです。モデルから共通サービス処理。API から受け取った JSON データは、キーとバリューになります。Web デザイナーさんには、申し訳ないけど、CSS はクラスだけで書いてもらえますかとお願いしてあります。ID はエンジニアが指定したものを設定いただく。JSON のキーはこの ID と1対1にする。PHP は DB から受け取ったデータを、この法則にのっとって JSON を生成するだけ。絞り込み条件があればそれを SQL に埋め込む。セレクトした結果を、ただテーブルの項目から、ID と同じ名前のキーを持った JSON にして、レスポンスするだけ。私のフレームワークは、受け取った API を共通のサービスに送ります。サービスは、JSON のキーで DOM を検索。jQuery のクエリーでタグを取得します。次にタグのタイプに従って、埋め込みの手順を決定。タグの種類を見て、適切な場所に値を入れる。表示が終わったら、イベントバインド、ID に対してページごとのイベントを設定していきます。イニシャルはこれだけ。あとは各種イベントで、例えば API 送信して保存。更新ならば、フォームタグ内をシリアライズして、
JSON にまとめ API に送る。PHP スタッフがこの API を構築、キーとバリューになっている JSON を DB のテーブルに保存する処理を書くだけ。JavaScript を本格的に覚えて、4ヶ月目の私が考えたフレームワークは、URL を見て API を自動で選び、JSON のキー名と HTML の ID を揃えるだけで画面を描画し、入力はそのままシリアライズして送信、イベント処理はすべて中央で管理する。そんな、人が増えなくても回る構造でした。エンジニアリングが、まるでトマトケチャップを作るみたいに、オートメーション化する仕組みを考え出しました。これで、人数的には圧倒的に不利な JavaScript 要因を最大の強みに転換できる。両翼の騎馬隊が JavaScript、中央の傭兵が PHP スタッフと Web デザイナー。中央が下がりながら案件を引き受け、左右から JavaScript で包囲する。その構図を思い浮かべたとき、私は思いました。これ、ハンニバルの考えだな。負けが見えている真田丸じゃない。これは、勝ち戦に変えられる。私はこの計画を、もう一人の JavaScript エンジニアに話しました。この考えどう思う？彼は少し驚いた目をして私を見ました。思想はすごいと思う。計画は決まりました。あとは部長にこの計画を通すだけです。でもここからが、1991年と大きく違っていました。平成初頭にリポジトリデザインをリリースしたスキピオは、年老いたハンニバルになっていきます。この構想をある程度プロトタイプ化した段階で、部長とリードエンジニアにレビューしました。正直、自信はありませんでした。もしかして、変なことを言っているのではないか。ですが、もう一人のエンジニアは同意し、少し驚いた様子も見せてくれました。状況から見ても、設計が画期的である可能性が高い。ところが、管理職とリードエンジニアの評価は違いました。指摘されたのは、コントローラが肥大化するという一点だけ。それ以外の部分については、特にコメントはありませんでした。確かに、コントローラは肥大化します。ウェブデザイナーに負担をかけられないという要因計画から逆算した結果でした。ですが、その前提自体が受け入れられることはありませんでした。結果は、フレームワークをページ固有にし、共通部分は各ページで同じものを持つ、そんな感じになったと思います。すなわちルータみたいなコントローラ機能は廃止されました。基本的には私のフレームワークは採用されましたが、なんだかすっきりしない結果でした。いろいろあって、そのフレームワークは実運用に入ることなく、日の目を見ることはありませんでした。そして、私が契約を解除されたのは、その翌月です。1991年には、すごい、と分かってもらえた私でした。ですが、2013年は違った。何かが大きく変わっていました。半年後、聞いた話では、私が作った JavaScript フレームワークは使われず、ついでに作った jQuery プラグインだけが使われたそうです。現場の人は、私に職場復帰しないか、声をかけてくれました。ですが、私はそれを断りました。残念な結果ではありました。でも私はハンニバルよりは幸せかもしれません。最近、AI とこの件の話をしていて、各社の AI が称賛してくれるようになったからです。